こんにちは、うりうりばあちゃんです。今日はまたね、レシプロソの商品レビュー頼まれて、私も受けなければいいのに、レシプロソ好きだからついついまた受けてしまいました。同じきもちゃんとこの持ってるのにね、まあいいじゃん。前のはこうガツンとなるやつだって。これもうね、充電した充電器どこだこれ。キモのモデル23301っていうやつ。プロソいいよ、すっごい便利。このブレードがこんだけついてたよ。ウッド、メタル、メタル、メタルと、じゃあやってみましょう。で、今入れたんだけど、もう一回入れる。これね、こうしてこう外すじゃん。こうしてここに入れてバチッだったらもう抜けないもんね。これでいいでしょ。ウッドを切ろうと思うんだよ。こうウッド、これでいいでしょ。それでだ、充電したのよさ。これね、バッテリーすぐだった。よいしょ。充電しましたから、これをがっつり入れて、バチッ。よし。私が何を切ろうと思っているかというとですね、ここね、これを置こうと思うんだけど、これをここに置こうと思うのよ。これ切ればいいの。ちょっとこれを切る。ここをちょっと切ってみようと。ここでやっちゃダメ。こっち切ろうか。こっちの方が汚いから、ここを切る。で、アマゾンで買った手が切れないっていう手袋やろ。これ手が切れないらしいよ。切れたらやだ。この上に革の手袋もう一個やっとこう。バシッで、ここね、切ってみよう。きもちゃん。これさ、難しいな。こうやってよ。届かんのだが手が。どうしてもこれだけじゃならんしな。これとこれを押すのが私に結構難しいんで。もうちょっと低くしてこうするか。よっこいしょと、これ乗ってこれを押しながら、これ電気がつくんだね。ほらついてるような気がする。わからんけど。えらい、なかなか綺麗ね。これとこれ一緒に切った方が早い。あ、そうはいかんのか。これがあるか。一つ切れた。もう一個いろいろやってみる。よいしょ。おお驚いた、突然。よいしょ。はい、切れたからここ入れてみます。あ、もうちょっとだ。これもなかったらここまでバシンといくかもしれない。こっち側も切ります。こっちを切ってうまいこと切れんのかな。2ついっぺんに。ああ、切れた。よし、置いてみよう。これあとちっとじゃわ。こんぐらい切らんとダメと思う。どうやって切ろうか。ショック。これじゃあ足りんかったんだ。どうにかしてうまくいかない。ショックン、斜めに切りましょうよ。こんだけ切ろう。よし、今度は入るんじゃないかと思うんだけど、やってみよう。あ、入った。あ、でもよ、反対にすればよかった。反り返りもうちっとだった。こっち側この辺まで切らんとダメと。あ、いや、どうこれもうちょっとな。もう入ると思う。さっきね、こっち側なったでしょ。こっち側がこうだもんね。こっちを表にしなきゃいけなかったのよ。じゃあ行きますよ。ここに入れるんだわ。よいしょ。あ、こうだけどなんかで押さえた。まあいいじゃん。なんとか成立したと思う。本当はこっちを切ってこれにつければよかったんだけど、上と下を忘れてたから、まあしょうがないな。いいか。ちょっと失敗でした。こっちが上だったのよ。それをあっちを切ったつもりが、こっち側切ればよかったんだけど、まあいいじゃん。ここがだからくっつかないんだよな。切る？もう一回。いいわ。とりあえずこんな感じで、この上にこう乗せようと思う。あ、ダメかこれ。危ない。あ、ダメだ。ここに乗せたんだけど、これくっつけないと
安定が悪いということが分かった。なんでこれはもうちょっと考えるけど、ここに乗せるということでいかがでしょうか。とりあえずレプシロソで切ってみました。はい、つきました。これ接着で留めたボンドで。そしたらいいじゃない。でここにこれを乗せるわけ。どう？ちょっとここがこっち側に寄せればよかったけど、いいわ。でこっちもつけようと思う。これがあるからこれをここ切って、まずこっち側を切るよ。よいしょ。この木ね硬いんだよ。硬いけど頑張ろう。じゃあこれ乗せてみるよ。こっち側どうだろうな。ここに置こうと思うわけ。これでちっと長いかや。ここつけときたいのよ。でここにぶら下げられるじゃん、いろんなものが。だからこっち側もうちょっと切るかな。このぐらいまで切ればどう？よし、ちょっと置いてみる。もうちょび丸のこで切ればいいんだけどさ。このぐらい切ろうか。いいや、だいたいこんなもんだろう。よいしょ、切ったぞ。よし、そしてここに置こう。こっち側切った方でこうやった方がよかった。ちょっと失敗だ。こっちじゃない方がよかった。こっち側向きにすればよかったね。自分こっち側向きにしたいのよ。なぜかというとここにぶら下げるから。鉄パイプを用意したんだけどどこにあったかわからんなったから、もういいわ。鉄はな、切らんでも。鉄も切れるよ。フレキシブルフォーメタルウッド。じゃあこれ外すよ。よいしょ、こっちにする。よいしょ。はい、これでいいと思う。じゃあこれちょっと切ってみる。うまくいったよ。鉄もうまくいくな、多分な。じゃあいいね、もうね。はい、切ったよ。こんなん切れるよ。頑張ってください、皆さんも。はい、じゃあ今日はレシプロソーの商品レビュー兼、これ切ったでしょ。そして木工も切ったでしょ。そしてここにつけたよ。花じゃないね。古い板もらってきて鍋置くようにしたよ。これをうちのかまどのところに。今度ヤフオクだったかメルカリか忘れたけど鉄鍋買った。大正金時豆買ったから、これから豆に入れるよ。これちっちゃいからもっと大きいの買った。ここにこう置くんだ。どう？はい、きもちゃんのレシプロソーでこの古いお家の木をもらったので切ってここに置きました。ちょっと古い感じしてきたでしょ。レシプロソー役に立ったね。鉄も切れるし塩ビパイプとかも切れるし、皆さんもぜひやってみてくださいよ。本日の商品レビュー、レシプロソーマジ便利。鉄とかも切れるでしょ。だから粗大ごみとか捨てるんだって切ってから捨てれば通ごみでも捨てられるかもよね。木も切れるし、ちょっとした木とか私丸のこね左利きだし結構難しいんだけどジグソーも使ってたけどこっちの方がいいと思う。一家に一台でレシプロソーあると便利。木の枝とかも切れるじゃない。ぜひぜひ使ってみてくださいね。ほらここをこういう風にぶら下げたかった。だからここを取っときたかったんです。どうや、できたぞ。これお友達が作ったんだよ。ガラスの溶いてとんぼ玉みたいなのあるじゃん。そういうの作ってるお友達が。どうじゃ。ちょっとブサイクだけど、ではそういうわけでできたよ。本当はこっちをこっちやった方が良かったけど、そういうことを考えて。この子かわいいよね。友達にもらったセリアかどっかで買ったし、ずっと頑張っててかわいい。頑張れ頑張れ。はーいできたからね。これきもちゃんで切れたよ。ここねかっこいいでしょ。ほらこれこっちもレシプロサがあるといいよ。こうしたかったわけ。ちょっとここが失敗したけどいいじゃん。で今度はこれで金時豆を煮てご飯と一緒に食べよう。自在鍵が低かった。今度はいいよね。こんぐらいだったの。これね自在鍵だからいくらも調節できるんで、これ考えた人頭いいよ。すごいんだよこれ。ちょっとでも1ミリでも段階ごとにこうカチカチってするんじゃないんだよ。なんか知らんけどうまいことできてる。すごいぞこの自在鍵って。これをつけましたよ今日は。じゃあまたね。金時豆来たらここで豆煮るわ。あと米粉ピザ作ろうと思うんだけどなかなかできない。ついでにうちの
お花ね最近結構いっぱい植えてるよ。お花増えたよ。今ルームツアーやろうと思ってるんだけどなかなか終わらない。外もいっぱいあるけどまだ待って。よいしょ、よっこいしょ。今こんな感じ。お花まだちょっと綺麗にしてないけど今終わったばっかりな。はい、お花結構いっぱいになったよ。上もいっぱいになったよ。お花外の様子。きゅうりもねだいぶ大きくなってきた。きゅうりが枯れそう。ちょっとお水やろう。じゃあねー。